はいどうも、マフィア梶田です。今日はですね、あいにくの天気なんですけれども、ゲストに祁答院誠さんをお招きしました。はい、祁答院です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ祁答院さんとはね、もう10年近くになりますかね。結構長いですよね。ゲームクリエイターをやられてる方なんですけれども、はい、そんな祁答院さんがね、今新居を探してるっていうことで、そうなんですよ。今日ね、ちょうど内見らしいんですよ。はい、で内見なんで、せっかくならね。まあ不動産の内見ってあんまついていくもんじゃないじゃないですか。我々 YouTube で密着取材させてもらおうと思って、はい、ありがたい。スタッフも連れてきて、俺の妹です。ありがとうございます。初めましてですね、本当に。いつもお話は聞いてます。はい。はい、こちらこそですが。で、まあカメラ回させてもらうんですけれども、ちょっとね、不動産屋さんの担当さんがどっかにいるみたいなんで、探しに行きましょうかね。ただですね、梶田さん。今回のその物件なんですけども、めちゃめちゃお安いんですよ。家賃が。それまだ聞いてないですね。いくらする？いくらするんですか？とか3とか。月に2とか3とかって言ってます。万ぐらい。2、3万。はい。都内で？安いですね。はい。で、ちょっと怖いじゃないですか。まあよっぽどボロいんかなって正直思う値段ではありますけど。まあまあでも綺麗っていう情報もありますので。風呂トイレなしじゃないですか。いやどうだろう。でもトイレはあるって聞きましたけどね。本当？なのでちょっとついてきてもらったっていうのもあるんですよ。じゃあ一人で行くのがちょっとあれなんで。なんだ。はい。祁答院さん稼いでるのにケチるんですね。っていうわけでもないんですけど、稼いでないですし。ああそう。でもまあ確かになんかちょっとあれですね、値段的には若干不安だから。まあ心強いですか？ついていった方が。お願いします。はい。わかりました。じゃあそれ踏まえた上で、心の準備して今から向こうの担当者に丸め込まれないように俺がしっかりとカバーしますんで。お願いします。ああ心強いな。じゃあちょっと担当者さん探しに行きましょうかね。この辺で待ち合わせしてるんですけどね。さあ、こちら不動産屋さんのスタッフさんと合流しまして、いろいろお話聞きながら現地に向かっていこうと思うんですけれども、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。ワイゾー不動産で今回は申し込んだ。そうですね。はい。ホームページを見つけて、実際にあるんですよ。はい。なんかめちゃめちゃ安い物件だって聞いてるんですけれども。そうなんですよ。一応杉並区で3万円。はい。すごい安さ。杉並で3万。いやだからちょっと俺の友人がね不安になっちゃって、さすがに3万は俺騙されると違うかっていう話。そこまで言ってないっすよ。言ってないっすよ。印象悪いので最初から。だからまあ信じてます。俺が代わりにね。でもですね、ちょっと私も情報だけで実際にお家見てないので、ちょっと皆さんと一緒に初めて見に行くという。初めてなんですか？なるほど。情報だけしか仕入れてないんですよ。ああ、じゃあ内見全員これは初めてってことか。ああ、そういう感じなんですね。もうちょい天気良ければよかったんだけど。ちょっと雨があいにくのあれですけれど。でもまあお姉さんいい感じの人だし。はい。じゃあ行ってみましょうかね。はい。じゃあちょっとこっちですか。こちらです。じゃあ行きましょう。お願いします。いやどんな素敵な外観なんでしょうね。そうですね。ちょっと歩いてきたけど。この辺だ、多分このお家ですかね。ピカピカの綺麗なお家だったら。これ？このお家だと聞いてますね。これ？はい。これです？一応住所だとここだと思うんですけども。でもなんか割と綺麗にこうリニューアルとかもしていただいたとかそういう。多分中が DIY されてるのかなとは思うんですけども、ちょっとそうですね。これさ、やってくれましたね。もしかしたら仲いいかもしれないですし。ポスト傾いちゃって。もしかすると仲いいかもしれない。はい、見た目だけで中は綺麗かもしれないです。まあ外観だけこういうまあレトロ調というかよく言えば。まあ好きですけどね。言うてホラー作家ですから。そうこれ執筆活動ははかどるかもしれないですよ。悪くないと思う。だってね立派な一軒家だし。そうですね。これなら多分騒いでもあんまり周りに迷惑かけない。でも一応シェアハウスという。シェアハウス？はい、シェアハウスみたいで。祁答院さん知らない人と一緒に住むんですか？それ
ホームページ書いてましたっけ？一応書いてます。あれしまった、見落とした。自分が悪いでもからまあやってみたら楽しいから一応なくはないから、いい人かもしれないし、うん、なんか素敵な方かもしれないし、候補として内見する分にはね、まあ構わないんじゃない。3万か。ワンチャンなんか出会いがあるかもしれないですよね。そうね、出会い、ここを好んで住んでる人はなかなか個性的でしょうな。いや、ひょっとしたら趣味が合うかもしれないです。ああ、いよいよ中入っていくんですけれども、やっぱこう扉前に取るとビビりますよね。ちょっと。いや、言うて僕ホラーものよく書いてますけど、めちゃめちゃビビりなんですよ。ああ、木戸さんホラー好きだよ、ホラー怖いってよく言いますもんね。はい。もうなんかもう触るのも嫌じゃないですか、このドログ。なんかね、本当ですか？見たことあります？映画呪音とか。ありますあります。家入っただけで呪われるんですよ。絶対そう、絶対そうこれ。俺なんかそういう雰囲気感じてならないんだけどこれ。これすごいな。俺巻き込まれるの嫌なんですけど、内見俺が住むわけでもないのに。僕を一人にするんですか？だってベッドの中とかに急に髪の長い女とか出てくるの嫌じゃないですか。間違いなくいますね。そういうのないことになる。でも特に心霊的な歌詞があるわけじゃないですよね。一応その情報はないので。ない。だったら安心かな。大丈夫ですか？ただ不気味なだけです。その前に1週間だけ誰か住んだからそれがもう聞いてるとかそういうことじゃないですよね。心理的ですね。頼みますよ。物件ではないので。両親信じてますからね。不動産屋さん。信じます信じます。こちら玄関2つございます。こちらの玄関はですね、大家さんが住んでるとの情報なんですけども、ちょっと大家さんと3ヶ月連絡が取れてなくてですね、でも一応内見は自由にしてもいいとのことなので、こちら玄関がですね壊れていて使えないと。お姉さん情報の後出しやめてくれます？どんどん嫌な予感しかしてこない。シェアハウスって大家さんとってことですか？いや、先に住んでる男性の方がいらっしゃるみたいな。まだいるんだ。また別に。で、誰かいて大家3ヶ月行方不明でドアぶっ壊れてる。はい。でポストこれでしょ。最後にもうちょっと、まあ内見の後ですけど、内見の後にちょっと交渉させてください。お値段。心強いかもしれないです。5000円ぐらい安くないかもしれない。こちらですね。こちらの玄関になりますね。昔ながらの日本家屋かな。俺の実家こういう階段でした。マジですか？じゃあちょっと落ち着くんじゃないですか？いい匂いですね。落ち着く古い家のいい。じゃあお邪魔します。お邪魔します。うわ、すごいな、なんか。よいしょ。おっとっとっと。これ間違いなく真っ白い男の子とかいるやつじゃないですか。ねえ。階段のなんか隙間から見てくるんでしょ。見てきますよ。不気味な白いガキがよ。これスリッパ履いた方がいいですか？はい、クロックス危ないので。クロックス。俺の足のサイズに合うか。ちょっと小さい。あります。この黒いのが大きいですね。はい。ありがとうございます。暗いな。なんで電気がこんなに暗い。大家さんがね、今不在だから直せてないんじゃないですかね。外から帰ったらこんな暗いんです？これまあ木戸さん自分でライトつけた方が何これ？ちょっと改造とかしてもいいですかね。大家さんに交渉したいか。すげえ小人の国にやってきたみたいだ。昔だ。では皆様大丈夫ですかね。ではこちら説明していきます。こちら2つドアがございます。こちらの2部屋がですね、先に住んでる男性が借りてるとの情報です。ちょっと今いらっしゃらないみたいなので、もし皆様が契約の際は男性と会ったらご挨拶をお願いします。はいはい。でこちら奥どうぞ皆様。こちらが共通なキッチンと。入っていいんですか？大丈夫ですよ。キッチンもあるんですね。キッチンあります。すごいトキワ荘みたいだ。こちら奥が左の扉、トイレになってるみたいなんですけども。トイレもある。ちょっと開けてみてもらってもいいですか？これあれ鍵かかってるの？鍵がついてるとの情報で。よいしょ。トイレ外から鍵かかるのおかしくないですか？そうなんですね。ね、妙ですね。そちらのトイレがちょっと今大家さん不在で壊れていて。故障してますね。はい、皆様使えないので。和式、ちょっとこれ取ってくれる？和式僕できないんですよ。ほね。ら穴塞がれちゃってさ、これどうすんのけどさトイレ。いや僕は洋式オンリーなんで。じゃあしばらくバケツにするしかないですね。ペットボトラーとか嫌だな。バケツの上に板敷いて座るといいです。洋式風になるんで。なるほど。なるほど。あとこちらが共通のキッチン、キッチンも結
俺そもそもこの斬新なインテリア誰の仕業でこんなになってるんですかこれ。大家さんの手製の修理ですか。台風でちょっと壊れちゃったんで。ああ、それで急遽ね。急遽。なるほど。でもあれの何拾ってきた木かなんか無理につけてるあれ。何あの形の木。ブレオビッチみたいになってますね。あんなんある？そうですね。で、2階のどこかにですね、非常用ライトがあるとのことなので、もし何かあった際はそちらのライト使って大丈夫です。非常用ライト、助かりますわ。どこかに？そうですね。どこかに？みたいな。大家さん教えてほしいなちゃんと。ああ、なるほど。非常用ライト。でですね、こちら黒電話あるんですけども、こちらの黒電話は受信のみとなっておりまして、受信をするんだ。皆様からかけることができないので、もし大家さんから電話がかかってきた際は取ってください。はい。あ、わかりました。これは電話かかってきたら取るだけで出ない。黒電話なんか久々だからこんなのね思い出せない。なかなか見ないですよもう。では皆様のお部屋ご案内しますね。すごいな。なんかあれですね。見ようによってはメゾン一国みたいで楽しい。それ確かに。なんかライトの色普通の大丈夫ですよ。なんか青くないですか。そうですね。あ、涼しい。エアコンも完備だ。半分壊れてんじゃん。これも買い替えないと。まあこういう消耗品はね、大して。でもエアコンついてるし。エアコンちゃんとしとるわ。この時期嬉しいですよ。ええ。そうですね。一応押し入れがあるっていうのと、まあでも窓あったはずなんですけど、ちょっと打ち付け。これ窓だったんですか。窓だったんですよ。一応窓っていう話は聞いてたんですけど。なんかあっちもですけど、窓という窓が。そうですね。どういうことですこれ。これなんかおかしいな。外からはともかく中から出づらい設計、災害とかあった時に逃げ出しづらい設計になっとる。本当だ。安全基準大丈夫か。大家さんちょっと変わった方ですかね。大家さんがやったのかはちょっとわかんないんですけどね。ああ、これはけどねさん、見終わった後まだまだ値切れますね。やった。俺に任せてください。1万ぐらいまでいきますか。いけるいける。よし。あそこにちょっとそうですね。前住まれてた方の落書きですかね。ああ、もうちょっとうまいじゃねえかよ。ウォーターシップダウン？どういう意味や。ブラックベリー。まあお二人が契約の際、結構不気味だっていうことであればこちらは消せるので。まあでも可愛らしい。なんか子供ちゃんが描いたような。ね、逆に国宝品なんだ。本当だ、なんかこれなんか塗っとる？それはわからないですね。汚れですかね。汚れかな。こんな汚れつきます？普通に生活してて。なんか上から塗っとるのかな。補修したんかな。すすけてるっていうか。焼けた感じですよね。これ大丈夫か。この家火出た記録はないですか。記録は一応情報にはないんですけど。情報にはない。でもまあ一応木造なので火でしたらもうなくなってますけどね。そうか。まあでもありですよね。これは俺は嫌いじゃないです。可愛いですよ。アンティーク風で。この言葉ちょっと可愛いです。まあでもちょっとあまりにも私も初めて内見させていただいたので。そうですよね。ちょっと汚い。お姉さん的にもやはり。そうですね。ちょっとこれを前澤さんもそうですか。でご案内するのは、ちょっと申し訳ないなっていう。ネギ板でね打ち付けてあるね。この押し入れも中結構大胆に DIY してる感じがするね。これ DIY って言うんですかね。ちょっとあまりにも築年数来ちゃってるので。来てますね。何年ですかこれ築年数。50年は超えてそうですよね。今日ご契約いただけるのであれば1万円に。本当？やった。3万が1万。やった。2万円もそんな胸さんずでいいんですか？さすがにねちょっと思ってたよりもって感じだったので。お姉さんちゃんと見てくれ、一緒に来てくれてよかったね。お優しい。この実情を見てくれたからね。ちょっとあまりにもなので、まあ今日ご契約いただけるのであれば1万円でご案内するんですけど。ケンさんこれ面白いから契約してみましょう。でもこれ即答で今日決めなきゃ1万円じゃない。それはねそんな美味しい話でもこんなね家住みたくてもなかなか住めないですよ最近。まあ。でもあれだなまだ同居人と気が合うかどうか分かんない。そこですよ。まずそこだ。隣人トラブル嫌ですもんね。そうですね。夜中にでかい声出して配信するのとかやっぱりちょっと辛いだろうし。そうですよね。仲良くできるといいんだけど。でもまあなんかあったらほら俺も手伝いますんで。やった。隣人トラブルなんかあった時。本当心強いな。いいんですか？
契約しましょうよ。はい、やります。1万円でしょ。やった。くっそ安いって。この一軒家1万円は安いって都内で。すごいな、みんな予報。杉並だぜ、杉並。パーティーしよう。すいません、契約書事務所に置いてきちゃってて、すぐ事務所近いので、ちょっと待ってもらっててもいいですか。ここで？はい、すぐ取りに行きます。すぐそこ？はい。大丈夫。わかりました。ちょっとだけない。ちょっと待っててください。わかりました。あんま長いこと置いといてください。これ。2分ぐらいで帰ってきます。2分近いんですね、本当に。はい。はい、お願いします。いやー、1万円か、商売上手だな。でも今ので言葉にして。うわー、見てた、なんだ。はい、どうしました。いや、それで急に入ってきます。ズバーンってなん。びっくりした。やめてください。ちょっと待って。大した怖いのに。情報がございまして、停電、はい、もし停電した際は階段とかも急なので、絶対にこの場から動かないようにお願いします。わかりました。はい、一応ついたら大丈夫ですので、了解です。こちらだけすいません。絶対行きますね。ごめんなさい。わかりました。次は優しく入ってください。ノックして。まずノック。参ったな。ちょっと緊張してるっぽい。一応まあ密着取材だからちゃんと回しとけよ。お世話になります。お願いします。まあでも別に。ちょっと待って。別に何の音？鍵？なんかどん。チャリチャリチャリって。私をここから出していく。下ですかこれ。1階かな。多分。どうします？これ止めに行かなくていいですかね。いやでも結構ぶん殴ってますよ。動くなって言われたしな。どうしよう。これなんかほら勘違いだったらね。まあじゃあ。勘違いじゃないな、これ。電話は出ろって言ってました。電話ですね。うわ、怖っ。どこ？電話。こっちだっけ？俺が出ていいんですか？これお願いします。僕怖いんで。はい。ちょっと隠れましょう。山本さん、ここ入る。お尻入ってください。よっしゃ、入ろう。はい。よいしょ。ここから。こんなとこに3人で入ると思うかったですね。ちらっと見えました。見えますね。うわー！なんだ！いません、誰もいません。しょおいおい見ろよこれ。そうだな。おいおい見ろよこれ。そうだな。おいた。中から
手形ついとるから誰か閉じ込められてんなと思ったけどいさんよかった無事だったんですね。もう血まみれだし、もう何これ。風呂場がまたこれ綺麗な癖、なんすか今の人。いや、ね、この家に住んでるって言ってましたよ。けどいさん、シェアハウスの相手あれ無理ですわ。無理ですわじゃなくて、これ明らかにやばいっしょ。おかしいですよね。これ一人分の血じゃないですよこれ。絶対不動産屋もこれなんかグルでしょ。これやばいって。確かに。ケロイさんだけじゃないですよ捕まったの多分。なんかなんか聞こえるな。こここっちここ女の人の声だ。本当だ。さっきの人か。そっか。大丈夫ですか。人形じゃねえか。なんかありますよ。大家さん夫婦かな。家族写真っぽいですよ。大家さんかな。お、ちょっと待って。ああ。これ入れるわけねえこんなとこ。なんでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。もうかなんすな。俺が体でかいから隠れると思うね。本当だ。頭ぶつけて大丈夫ですか。入ったな。終わったのかな。本当は僕らだけでももう逃げた方がいい気がしますけど。なんだ。これ怪しいな。これやばいな。あの人から隠れながら探さなきゃいけないから。人形の中に何か入ってる？ダメだ。どこも鍵あかん。なんかテレビついてる。本当だ。何これ。何これ。うわ。もう助けたいですけど、我々は逃げて警察呼びましょう。そうすればあの人も助かる。いやケガインさん、YouTube で取材に来てこんな美味しいネタ、ほっとけるわけないっしょ。美味しいネタではありますけど、じゃあ通報せずに我々で犯人を捕めるとかそういうことですか。もっち梶田さんのフィジカルならなんとかいや互角には戦えるかもしれないけど、ほらさっきから来てるけど、手出せないのは、包丁持っとるし、あと俺ほら手出すと、ちょっと立場が問題が、正当防衛でも、多分成立しないんですよね。梶田さんも公人ですからね。そういうのが本当にやりづらくてね、どうしたもんかな。だからなるべくね、昔は良かった。なるべくヤバめなおっさんに会わないように、確かにそうヤバめなおっさんに会わないように、残り15分。制限時間がある。おい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 。これどう見ても。どう見てもそれ。実際この暗さですからね。まあどっかに入ってんでしょうな。あかん。オッケー。よし。香料が少ない。これ
れがないと無理ですね。壁便所に頭ぶつけないように。どうしといて。あれ、2人どうした？来た。隠れましょう。頭ぶつけないように。こっちか。海坊主どこ行った？うわー、マジか。なあ、髪の毛伸びっからうわマジっすか。うわもう早く助けてあげましょう。大丈夫？ダメっぽい。じゃあもう逃げましょう。そこさっきの人いるんで奥から行きますよ。行きましょうか。いやー、お疲れ様でした。ちょっともうヘトヘトだわ。というわけでね、俺らもやりながらもう本気で混乱したりてんてこまいでしたけれども、ネタバレということで、今回の収録はですね、おばけんさん、むせび屋という一応ねホラーアトラクションなんですかね。そうですね、お化け屋敷。お化け屋敷に、体験潜入させていただいた形になるんですけれども、冒頭から見てもらったようにね、不動産の内見っていう設定で入っていったら、ああいうのおるっていや驚きました。俺らの攻略の流れは合ってたんですかね。そうですね、はい。ああよかった。なるほど。いやでもね、キラー役の人、会話のアドリブもうまいし、そうですよね。まあ逆にこっちがこんなに話すタイプの殺人鬼をどう接したいかわからないっていう不思議な感覚に陥ったんですけれども、途中からもう話してるの逆にね楽しくなってきちゃって、確かにこのアトラクション来るとキラーのファンになるって話を聞いたんですけれども、結構そうですね。ちょっとその気持ちは分かりましたね。本当です。驚いたよ本当に。でもすんげえ楽しかった。ありがとうございます。なんかクリアはできたんですけどまだちょっと心残りがありましたね。そうなんですよ。まあ皆様女の子の声が聞こえてたとも思うんですけど、ずっと泣いてた。でも皆様助けずに出てきちゃいましたよね。そういや上からずっと脱出しろ脱出しろって言われてるからあれおしまいかなって思って。みんなで脱出しろ。お話が一応4章までございまして、皆様今1章クリアされたんですけども、次の2章は皆様女の子のことを忘れられずにこちらに戻ってきて、次女の子を助けてもらいます。なるほど。警察に行け警察に行け。いやそれは真っ当な言葉考え方なんですけど、さっき梶さんも言ってたじゃないですか。こんな美味しいネタ。まあわかりますよ。殺には話せねえって。分かりきってて俺はホラー映画に出てくるバカの真似をしてましたからね。取れ高1番、また帰ってくる。道徳2番、別れて行動するとかね。そうまあそうか。じゃ続きあるんですねこれ。そうなんですよ。次は女の子を助けにというお話になります。しかも全4章。はい、4章になります。パート4まである。はい。まあ何が起きるかは体験していただいたら分かるという形になっております。面白い。なんでね、今回はね、おばけんさん、むせび屋さんを取材させていただきましたけれども、こちら楽しみたいという人はホームページから申し込みですか？はい、おばけんで調べていた
ただければ、はい、おばけんでググっていただければ、アトラクション楽しむ方法載っておりますんで、皆さんもねぜひぜひ体験してみてほしいです。まあ、機会があったらね、本当今回楽しかったから、はい、また続きというか、また別の方向性からもアプローチしてみたいですよね。これカメラとか回ってる状態で、やっぱ、殺人鬼とのやり取りって映画だと脚本あるじゃないですか。我々ノン脚本でやってるじゃないですか。抵抗しすぎてもいかんし、抵抗しなさすぎてもいかんし、まあ今日は会話を楽しみましたけどね、皆さんもね、アドリブで結構楽しめるんで、入ってからどう振る舞うかちょっと自分でシミュレーションしておくといいかもしれないですよ。そこがやっぱり特に面白いところですね。そうですね、体験型のね、ロールプレイ型のね。改めましてマフィア課長の YouTube チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。改めて、今回皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様でした。それではまた次回バイバイ。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。